墨色紙酸が入っているインク、いわゆる固定インクと呼ばれているものは、鉄ペンには入れてはいけないというような話をよく聞いたことがあります。入れてすぐに腐食が始まるのか、またはもう何年も何年も入れ続けると初めて腐食するのか、その辺のものが、いわゆる実証されているものってあまり見たことがありません。なので今回、ちょっとタミヤして、そこにつけペンを漬け込んで、どれぐらいで腐食するのかなっていうのを見ていきたいと思います。この実験がどれぐらいのスパンになるのかちょっと予想はつきませんが、漬け込んでいきたいと思います。インクはプラチナのブルーブラック、ペイカンのブルーブラック、ローラー&クライナーのサリックス、ダイヤミンのブルーブラックですね。そしてちょっとブルーブラックではないんですけども、カウゼットの IG ターコイズ、これで実験していきたいと思います。はい、ということでタミヤ下瓶にペンを漬け込みました。はい、これでしばらくちょっと横にしてつけペン全体が浸かるようにして保存していきたいと思います。途中定期的に観察をして報告をしていきたいと思います。カウゼットインクの IG ブルーブラックが手に入りましたので、実験に付け加えさせていただきたいと思います。1週間経ったんですけど、ちょっとダイヤミンのボトルだけが少しやばいことになってますね。これ見えますかね。ちょっと相当反応してなんか塩張って音がしてるような感じがする。これはちょっと万年筆の中に入れておくのは怖いなっていうの分かりますね。すごい、つけペン専用にした方がいいかもしれないですね。反応してるって感じです。光っちゃって分かりづらいかもしれないですけど、他のはねそんなことないんですよ。これだけ。これやばい。ちょっとこの後楽しみ。ペンはまだありますけど、溶けてなくなっちゃうんじゃないのこれ、しばらくまた置いときます。さて100日ぐらい経ちましたので開封していきたいと思います。さすがに100日経ったらステンレスのペン先とはいえ崩壊してくるインクあるんじゃないかなっていうふうに考えてます。私の教科書であります趣味の文具箱の2020年10月号によりますと、墨色紙酸インクは、pH がだいたい1から2の間に収まってます。胃酸が 1.2、レモンが 2.5 っていうふうに書いてあるものがありますので、それから比べてもほぼ胃酸、レモンと同じっていうふうに考えると、ステンレスとはいえボロボロになってるインクもあるんかなっていうふうに思って期待はしているんですが、折も出てるかもしれないし、ゆっくりと取り出してみました。いかがでしょう。これプラチナのブルーブラックです。ペンはしっかり残ってます。ペリカンの4001ブルーブラック、こちらも当然のごとく残ってますね。ローラー&クライナーのサリックス、ちょっと折りが出てるかな。そして1週間でカスカスだったダイヤミンのレジストラーズインクのブルーブラック、これもペン残ってます。カウゼットの IG ターコイズ、カウゼットの IG ブルーブラック、それぞれ綺麗に残ってますね。ペンちょっと残念でした。それでは1本ごとにちょっと見ていきたいと思います。ペン先を取り出していって中を確認していきたいと思います。結構カスがこびりついてますね。ペン先は十分残ってはいるんですが、空気に触れたためかステンレスが入ったためか、またちょっと横にしてましたので
キャップがプラスチックなのでそれと反応してしまったかわからないんですが、取り出します。キムワイプで拭いたときに青が出ないんですよね。やっぱり青が沈着してしまって墨色さが残っているのか、ちょっとインクの成分よくわからないんですけども、なんていうか、通常、万年筆のペン先を拭くと青がブワッとティッシュ等に出てくるんですけども、そういうことなかったんですよね。なので、分離してしまった結果なんだとは思うんですが、何らかの理由があるんでしょうか。今回は軽く拭いてます。プラチナのブルーブラック。そしてペリカンの4001ブルーブラック。ローラー&クライナーのサリックス。ダイヤミンのレジストラーズインクブルーブラック。カウゼット IG ターコイズ。最後にカウゼットの IG ブルーブラックを取り出しました。ペン先の表面から見ていただいてます。こちらの方は綺麗にコーティングされていますので、見た目、顕微鏡で見ていったらもしかしたら崩壊している部分もあるかもしれないんですが、表面のステンレスの、コーティング剤が剥がれてるってことは、ここからでは見えなかったですね。これカメラを動かしているのではなくて、下を動かしています。本体を動かしてますので、光の加減は変わらないんですが、それぞれのインクに漬け込んだペン先、ほんの少しずつ色が違うような感じがしますね。これはインクの特性によるものではないかというふうには思いますが、それにしても、綺麗な状態で残ってます。なんとなく、がっかりっていう反面、やっぱりステンレスってすごいんだなっていうのが分かりましたね。ここからはペン先の裏側を見てます。裏側はコーティングが薄いのか少し沈着があったり変色があったりしてます。インクによって特徴をつけられるような変化があるなと思いました。これ軽く拭いただけの状態ですが。続いてこちらはしっかりとゴシゴシと拭いてみました。新品の丸ペンを隣に置きますと、ゴシゴシ拭いたとはいえ、やっぱり新品の状態に比べてある程度ステンレスのコーティングが剥がれたのか、インクが沈着しているのか分かりませんが、少し色が変わってますね。ダイヤミン、カウゼットなんかは沈着が大きいのかなっていう感じがします。新品と比べても光ってないって感じです。それでは実際にインクの状態を見ていきます。ペン先外してますんで、ちょっとくるくる振りますか。で、プラチナのブルーブラックだけちょっと振ってしまったんですよね。なので、沈着具合がガラスにこびりついている粉末、沈殿が少ないかもしれませんが、やっぱり置きっぱなしにしてると液面のところに付着物が多くついてますね。細かく見ると、上澄み液、インクの部分でしょうか、少しやっぱり分離されていて、振ったとはいえ、やっぱり粉が浮いてますね。これが万年筆の中で起こるとすると、詰まりの原因になってしまうとは思うのですが、さすがにこんだけの多くの空気を含む万年筆はないので、そこまでならないと思うんですが。続いてペリカンですが、これ振ってないです、ここから先は。大きな塊ができてしまってますね。これ例えば蓋を開けっぱなしの万年筆のインクの瓶がこうだとすると、やっぱ液の底の方から吸い上げるのは不安だなっていう風に感じます。万年筆の中って結構気密性が高いので、さっきも言いましたけど、よほど開放的な万年筆でない限り、ここまでにはならないなとは思うのですが、やっぱり万年筆に入れるときは注意が必要なんだなって思いました。
さすがにペリカンのインクでさえこうなるんだからっていう感じはしますね。やっぱちょっと大きな塊があるのはしょうがないのかなとは思いますが、大きい塊も見えてます。続いてローラー&クライナーのサリックスです。先ほどから横に名前を付けてたんですが見づらいのでギャップに移しました。細かい粉みたいな微粒子が浮いてますね。大きな塊としてではないので、沈殿が沈殿を呼ぶような感じではないとは思いますが、ちょっと回してみるとしっかりと壁面にこびりついてるし、多少軽く回しただけではその粉が剥がれてこないことを見ると、やっぱりずっと置いとくと沈殿してしまって詰まりの原因になるのかなっていう感じですね。さて1週間で沈殿しまくったダイヤミンのレジストラーズインクですが、1週間の段階とそれほど変わってない感じはします。綺麗にというか大きな塊の沈殿がたくさんできてます。これは振って溶けるものなのか溶けないものなのか。例えば万年筆に入れた状態ですとある程度書いてる時に振られますし、持ち運んでる時も振ってるので、常に振ってる状態であればここまで沈殿しないのかもしれないんですが、例えばさっきの実験結果でもありますように1週間置いといたらこうなってしまうのであれば、やっぱり万年筆に入れるのは怖いな、つけペン専用かなと思いますが、今私万年筆にこれ入れてるんですけども、1週間経った時点では全然書けなくなるってこともないですし、透明軸なんですけども中で沈殿が起こっていることもなかったので、やっぱ空気が触れる場所が多いとなっちゃうのかなっていう感じがします。さてカウゼットの IG ターコイズ、これもうちょっと緑っぽかったような気はしないでもないんですが、青くなってるのが印象です。で、優秀な感じします。沈殿物はほぼ見られないですね。今ちょっと振りましたけど、泡が少し出るぐらいで沈殿出ないんですよね。これならちょっとインクマネスに入れても心配はないなっていう感じしますね。カウゼットの IG ブルーブラック、こちらはほんの少し細かい微粒子が壁面に付着していて、ゆっくりくるくる回してそれが溶け出すのかっていうと、やっぱちょっと残ったままになっているので、長期間放置をしてしまうと固まるのかなっていう感じですね。実際他の動画でこれ書いた万年筆あるんですけども、万年筆1ヶ月ぐらい放置したらやっぱり固まりましたね。で、ペン先からインクが出ずにペンの根元の方からインクがどんどん出てきて、それで書いてるっていう感じがして、少しやっぱり置きっぱなしは良くないなっていうのはありました。振ると沈殿が、やっぱりこびりついたままですね。全く使わないのはよろしくないけど、普段普通に書いてる分だったら問題ない、そんなようなインクなのでしょうか。泡が少し出てますが、インク自体はすごく綺麗な色で私は好きなインクなんですが、カウゼット自体も新しいメーカーさんでここまで沈殿が少ないってさてここから実際に書いていきたいと思います。ペン先はそれぞれの瓶につけたものを使っていってます。まずはプラチナのブルーブラック、普通に保存している瓶からまずは書いて、下の段には一回拭いてからタミヤして沈殿があるような状態のものから取ってます。ちょっと薄いな、上積みになっちゃってるのかなっていう感じはしますが、薄い感じしますね。これも食酸ベースだったら時間経ったら黒になってくるのかなとは思いますが、続いてペリカンの4001ブルーブラック、これ左上に書いた後
15分ぐらい経ったものを写真撮って置いてありますが、やっぱり下段に書いてるもの、上段に書いてるもの、色が少し各各々違うものもありますが、これはローランド・クライナーのサリックスベースのものですけども、綺麗な色が出てます。つけペンで書くと本当にちょっと濃い色が出るのかなっていう感じがします。これタミヤしたもの書いていくと最初は薄いんですけども、本当に数秒で黒くなります。特にダイヤミンのレジストラーズインクのブルーブラックは、つけペンで書いたものもそうなんですけど、最初青いんですけども、本当に10秒ぐらいで真っ黒になっていくんですよね。これ万年筆で書いた時はそんなことないんですけども、つけペンで書くとタミヤして置いといたものでさえ最初薄いのに、もう見るからにどんどん黒くなるんですよね。面白いインクだなっていうふうに思いますね。カウゼットのターコイズは結構ターコイズ色が最初出るんですけども、つけペンで書くとすぐに真っ黒になっていくっていう面白いインクでもありますね。やっぱり毛色さんが、こちらは今まで左上に出させていただいたものですが、書いてから15分後ぐらいに写真のものです。全て最初書いた時は青色が際立ってたんですが、本当にみるみるうちに10秒から15秒ですかね、すぐに真っ黒になっていくんですよね。万年筆で書いた時はそんなことないんですが、つけペンで書くとすごく早く黒に変わっていくっていう感じがします。実際にダイヤミンのブルーブラックなんかは本当に早くて真っ黒に変わってきます。万年筆で書くともっとね、ブルーが残っていくんですけども、本当に IG カウゼットの IG ターコイズでさえ真っ黒ですよね。やっぱつけペンで書くと上に溜まっている墨色酸をフルに吸い出してしまって、それで書いてるんじゃないかなっていうふうに思います。つけペンそれぞれの魅力なんかが出たんじゃないかなと思います。ここまで3ヶ月後の状態を確認をしましたが、この先何年経ってもこのステンレスのペン先が崩壊することはないんだろうなっていうのが見えました。とはいえ、しばらくこのまま同じ状態で数年取っとこうかなと思います。何年か経った後にステンレスのペン先が崩壊していたら報告することになるかもしれませんが、ここで一旦この動画は終了したいと思います。ステンレスの素材の素晴らしさ、そして紹介したインクの素晴らしさが見えた動画になったかなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。